今回やってきたご自宅はですね、イノベーションされた物件に写真家の旦那さんとお花屋さん、ライターをされている奥さん、2人暮らしのご自宅にやってきました。廊下抜けるトークでお待ちいただいていると思うので、中に行きましょう。ということでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ほのかです。普段はライターと花屋レラインという花屋をしております。花屋は一応夫と一緒にやっていて、私がお花全般をやっていて、夫が経営周りだったりとか、バックオフィス関連のことをやっています。大輝です。花屋レラインと写真家として作家活動をしたり、クライアントワークをしたりしています。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。1LDK で53平米かな。53平米です。このスペース全体でこだわってるポイントというか、あとそのインテリアのコンセプトみたいな、そういうものとかありますか？2人ともこの家で仕事をすることも多くて、すごい家にいる時間が長いので、なんか開放感があって居心地がいい空間を目指しました。じゃあまずこのダイニングスペースから聞いていきたいなと思ってるんですけど、これブランド名なくて、東京リサイクルっていう黄色いそうですあれですよね。はい、はい、そうです。こういうテーブル欲しいなって思って、いろんな家具屋さん巡ってる中で見つけて買ったものになります。これも同じ東京リサイクルさんで見つけたんですけど、緑が可愛いなと思って、この家の雰囲気にいいなと思って買いました。あ、でも高さもそうなんです。ちょうどいいです、意外と確かにこんな感じこの感じでちょうどいいですね。広いテーブルとなんかカフ確かにェみたいな感じで。こんだけでかいと2人で仕事してても結構広げられますよね。ちょっとキッチンもね聞きたいなと思うんですけど、このもともとキッチンのデザインがすごい可愛いので、チェリーっぽい色の木とステンレスと白を基調とした道具とか元のキッチンに合わせて選びました。全部備え付けのもので、その設計士さんとデザイナーさん、キッチンのデザイナーさんだっけ、見たっけそんなの。ちょっと忘れ忘れちゃったけど、忘れちゃったけど、すいませんちゃんと考えて作ってくださってます。大森健二さんっていう作家さんのものなんですけど、結婚記念日に私たちがいつも行ってる野田っていうレストランが原宿にあって、そこで使われてた時に可愛いなって思って購入させていただいたもので、すごい気に入ってます。フレンチじゃない。なんかフレンチなんですけど、なんかお寿司とかも出てきたりとか、なんか日本料亭でも修行されてたシェフの方のところなので、これとかも石川正弘さんっていう方の蜂蜜ガラスっていう、ちょっとこの黄みがかったガラスが特徴的な作家さんのものなんですけど、なんかテーブルとかに置いても反射して可愛かったりするので、すごいサラダとか入れても、醤油差しもザ・ショップっていうところの、これもいただき物なんですけど、絶対液だれしないみたいな感じのなんか設計された醤油差し。棚なんか形すごくないですか？すごいです。これメタルシステムはいの棚、それこそキッチンと合うかなと思って、キッチン道具系をメインに入れるために買いました。これ高さはなんか可変というかあれなんですか？棚は可変です。もうどこでもつけれるよっていうので、お掃除ロボットが棚合うようにつけて、上にいろいろ置こうかなみたいな感じですね。加湿と空気清浄ができる、一応扇風機にもなるのかな、そうなんだみたいなやつです。なんかついてますね。なんかついてます。したのに消えなかった。あ、そうなんだ。ルイス・ポールセンの照明で、これ備え付けですごいですよね。備え付けなんだ。しかもダクトレールがこっちにあって引っ張ってきてるんですね、無理やり。引っ張ってきてっていう、この設計がそのままそもそもついてたもので、てか普通に設計士さんの私物らしいんですけど、内見の時にご本人もいらっしゃって、なんかいいよみたいな、置いてくよみたいな。大切にしてねめっちゃラッキーですね。ありがとうございますっていう感じでした。こちらお花屋さんのお花と、後ろがラッピングとかする資材を入れてます。今はオンラインショップでやってて、お花屋さんのコンセプトとしては、可愛いお花をより可愛く見せるような、お花と向き合って束ねるみたいなのをコンセプトにしてます。春なのでペールトーンというか明るいものというか、そういうお花が多くなってます。これエルメスのバグ入れなんですけど、ちょっと段差つけてディスプレイしたら可愛いなって思ってこれを使ってます。これはいただき物なんですけど、エンダースキーマの花瓶になってます。一応この皮が取れて、中はフラスコ試験管みたいな感じになってて、白いのも出てるんですね。あ、そうなんです。結構いろんな知らなかった。色があります。ミラーボールがついてるんですけど、これは備え付けですか？備え付けじゃないですね。バレましたか？撮影とかでも使いたいなと思って買って、錦糸町の方に僕の事務所があるんですけど、7個8個ぐらいミラーボールいっぱいあって、1個持って帰ってきて、撮影の時結構重機で使いやすいですよね。そうですね。ミラーボールはそう好きなんですよね、可愛くてシンプルに。
今度ソファー周りのお話もちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、リーンロゼの東郷っていうやつです。結婚祝いとしてほのかのお父さんからプレゼントいただいたものです。これはもう捨てられないもうありがたいです。一生ものですね。一生ものですね。あ、一応3人掛けですね。嘘？2人掛けです。本当に2人掛け。本当2人掛けです。それがですね。はい。掛けです座るとこんな感じでもうダラダラ最高ですよねダラダラですよね。ブランケットあんまり見たことないかも。カルネ・ボレンテっていうデザイナー不在でこうアーティストがいっぱい集まって一つのブランド作ろうねみたいな感じでやってるとこのラグです。ちょっとエッチな柄。本当だ。よく見ると。セクシーですね。ちょっと。これ裏は全然リバーシブル。なんですよあ、リバーシブルなんだ。あー、本当だ。全然表情変わりますね。IKEA のラグなんですけど、東郷に合う感じのラグないかなって言ってブラブラしてる時に勢いで買いました。なんとなくこの辺でスペースが分かれてる感じしああ、ますね。そうですね。ダイニングキッチンと、この辺リビングかなみたいな感じにしてます。これ横にねテレビも置いてあって、そこからこうベンチも続いてると思うんですけど、造作でもともと置いてあったものとかなんですか？そうです。これも備え付けのもので、一応ベンチなんですけど、下は収納になっててみたいな感じの。これでも確かにディスプレイもできるし、うん座ったりもできるんですか？できるんですけど、あんまりあんま座らないですか？これは大輝の作品なんですけど、東京ウェイっていう個展をした時に私が一番気に入った写真でちょっとここに飾らせてもらってます。本めちゃくちゃありますね。なんかここにある本は結構写真だったりお花だったりビジネス書とか。ビジネス書とかが多いです。僕が22、3ぐらいの時に読んでた本なんですけど、これなんかいろんなアイデアを出す時にこんなアイデアの出し方があるよねみたいな、こんな考え方したら私アイデア生まれるかもしれないみたいなのですごい助けてもらった本と、新卒ぐらいの時ってすごい人生に悩むというかこれからどうやって生きていこうかなみたいなっていう時期だったんですけど、いろんな仕事をされている方がキャリアについてこうやって考えて生きてきたよみたいな話をこうコラムみたいな感じでまとまってる本で、なんかこれで大丈夫かもなとか、こういう生き方もあるんだなっていうのですごい救ってもらったような本たちです。会社員時代は何系のお仕事をされてたんですか？営業の支援ツールを売ってました。あ、全然違うんだ。まさかの写真系とかでもなかったんですね。その写真のお仕事を始めたきっかけみたいなのは何かあるんですか？入社する直前ぐらいに写真やってみようってなって始めて、すごいハマったんですよ。それが面白いなと思って、で会社員ぐらい、半年とかもうちょっとぐらいやりながらずっと副業みたいな感じでこう技術身につけながらとか、ちょっとこう友達とったりみたいなのをしてて、そのままフリーになって仕事にして、で会社にしてみたいな感じです。私はあんまりビジネス書とか読まないんですけど、フローリストっていう雑誌とかブルータスの花と花束とか、このフローリストっていう雑誌は業界の動向とか流行りのラッピングとかもあるのですごい参考にしてたんですけど、これが休刊になっちゃったんですよ最近。そうすごい悲しい。このブルータスの花と花束は、花束もそうなんですけど、家で撮影したりとか草加とかそのディスプレイとかの参考にしたりしています。お花ははいもともと専門で学ばれててみたいな。いや、私もなんかちょうど1年半ぐらいまで会社員をしていて、なんか多分ちょっと夫の影響とか結構周りの影響を受けてなんかやりたいなってなって独立した時に、花を選んだんですけど、この仕事をしてて、うん一番やりがいみたいなのはうんうん、どういう時に感じますか？でもなんか何より花が可愛い。毎週自分で市場に行って仕入れに行くんですけど、その時に元気をもらえるというか。花屋さんやってるとはいめっちゃ朝早くなりません？めめっちゃ早いですよね。 3時起きです。そうですよね。3時起はいきとかですよね。3時に起きてます。わかりました。はい、こちらの奥少し案内してもらってもよろしいですか？はい左に行くとクローゼットこっちがクローゼット。はいどうですか？ファッションはお二人とも結構お好きですか？そうですね、好きで、系統で言うとちょっとストリートっぽいやつからきれいめっぽいやつ、でもカジュアルなファッションが多いですかね。夫婦で友人の結婚式参列したんですけど、その時に蜜ろ岡崎さんのセットアップを買って2人でこれちょっとデザイン違いで並んで、セットアップで参列しました。はい、最近お気に入りなのはマルニのシャツで、そのコントラストというか襟だけ色が変わってるのがすごい可愛いなって思って購入しました。お二人ともそれぞれよくチェックするブランドとかそういうものは何かあったりしますか？そうですね、なんかこのセットアップを買ったお店なんですけど、代々木上原にあるデルタっていうブティックがあるんですけど、そこでよく買い物をすることがあります。
大輝が働いてたみたいなんですそうなんですね。働いてたっていうとあれですよね。学生の時に1年かちょっとぐらいバイトをしてたセレクトショップで今でも仲が良くてよく行きます。バスルームもめちゃくちゃ可愛いですよね、内装が。タイルとガラス張りで可愛くて好きですね。まあちょっとここね、軽くこの内装をお見せいただいて、今度は右手側にカメラあると思うんですけど、ここは大輝さんの使われる。そうです。カメラ系はだいたいここに置いて管理してます。動画用と写真用とあとフィルムカメラとみたいな感じで結構使い分けること多いです。お仕事はどういう撮影が多いとかなんかあるんですか？物撮りと人物半々ぐらいなので幅広く受けてる方かなとは思います。動画はこの富士フィルムの XH2S っていうやつを使ってて、写真の方でGFX の 100S2 と 50R を使ってる感じですね。でフィルムカメラは作家の方の作品制作で使うことがほとんどですね。なんか富士フィルムを使ってて感じる魅力というか、なんかあります？魅力ですか。撮ってて。一つはフォーマット、いわゆるセンサー、デジタルだとセンサーサイズみたいなのが中盤のセンサーで撮れるんで、絵に立体感が出て色も深くて、他のメーカーだとちょっと出せないような味っていうのが出てくるので、すごい好きで、写真ではその中盤の GFX 使ってるのと、フィルムシミュレーションっていう編集しなくても富士フィルム特有の色で綺麗なので、そこが魅力で使ってる人は多いなっていう印象ですね。ここが洗面台のスペース。香水とか普段使ってらっしゃる？そうですね。これが私が使ってるバイレードのイレブンアワーっていう香水で、これがビュリーとイソップが大輝が使ってる香水になります。ハンドソープ？はい。これ僕なんか初めて見る。これエコストアっていうコスメキッチンとかによはいはいく売ってるブランドなんですけど、オーガニックなので手荒れとかもしにくくてすごい気に入ってます。ここはあれですか、普段座ってなんか身支度をされるんですか？ドライヤーとかあ、ドライヤーとかね、使いながら使いますからね。はい、結構はい使ってます。アルテックのスツールです。でここの手前側がディスプレイになるんですかね？そうです。ブックタワーですね。ハーマン・ミラーのストーリーブックタワーみたいな、こうやって本を収納できるブックタワーみたいなやついいよねって言っていろいろ探してて、この水色がすごい可愛いなと思って2人で頑張って買いました。小説あったりとか写真集がいっぱい下に置いてありますね。その写真のお仕事されてると、インスパイアされた写真家の方とか、よく拝見するみたいな写真家の方とかいらっしゃったりするんですか？井崎龍太郎さんっていう写真家の方で、私が撮りたかった女優展、たくさんの写真家の方集めてこういろんな女優さん撮るみたいな写真展があったんですけど、そこで撮ってらっしゃった一人の方で、その作品がすごすぎてちょっとびっくりしていろいろ調べて、別でその方個人の写真集買ったりとかしてました。こっちはご自身で撮影されたお写真。それこそ前の展示の時に使ってたポスターです。苔のとこどこだっけ？八ヶ岳。八ヶ岳だ。あ苔がすごくたくさんある場所。8割の苔があるんだよね。あ、そうなんだ。知らなかった。言ってました。すごかった。こっちの奥が寝室。はい、寝室です。寝室用として設計士さんが設計されて、ダブルベッドがぴったり入る部屋です。寝ることに集中できるようになるべくシンプルなインテリアにしてます。枕カバーは一応テクラのもので、枕はエマスリープ使ってたりとか、このマットレスとかもそうなんですけど、寝やすさにはこだわってます。今僕タオル引いて寝てて、あ、はいはい。合う枕がタオルあって引いてるんですか？そうなんですよ。タオルが今一番合う。そうなんですね。まあちょっと枕探してたの検討してみます。結構いいと思いはい、あます。りがとうございます。じゃあそんな感じで聞けましたかね、お部屋については。はい、ありがとうごはい、ざいます。ありがとうございました。じゃあ最後に、せっかくなんで、なんかこの動画上でお知らせしたいものとか、なんか告知したいものとかがあればしていただければなと思うんですけど。花やレラインのことなんですけど、4月の10日から、毎週木曜日と金曜日、最初はだから10日と11日から渋谷のシャークコーヒーさんっていうカフェなんですけど、そこで曲がりでお花屋さん毎週出していくので、はい、毎週やってるので、もしよかったら皆さん来ていただけると嬉しいです。インスタとかですか？インスタですね。はい。じゃあインスタグラム気になる方はぜひチェックしていただければなと思います。